世界で一番いいものを買いに来てくれたお客様用の包丁っていうふうに割り切ってますんで、そこを突き詰めたメーカーが1個ぐらいあってもいいんじゃないかなっていうのがうちのコンセプトですね。いらっしゃいませ。これちなみになんかどういった工程で使う機械なんですか？これの新型です。これのポイティが入ります。手作業の荒削り機ですね。機械の搬入って頻繁にあるんですか？そうですね。結構今第二工場ここできたてなので、まあ新しい機械が今揃いつつある。揃いつつあるところですね。これからあと4台ぐらい。来月中3ヶ月以内に4台ぐらいは入ります。新しい機械めっちゃテンション上がります。はい、使いたいですけど、ずっと待ってたんで。すいません、ちょっと今日よろしくお願いします。代表の澤田祐介です。よろしくお願いします。工場長の長澤です。よろしくお願いします。和包丁を担当してます斉藤です。お願いします。一応和包丁を担当してます岡崎です。よろしくお願いします。なんかどういった存在ですか、やっぱ代表は。でも圧倒的知識量なので、今もう社長の技術とか知識にもすがっちゃってる状態なので。技術はでも工場長かな。僕が考えてこうしたらいいんじゃねって言いますって言って工場長が形にする。でちょっとこうなるといいねってちょっと斜めじゃないですね。真上ぐらいの仕上げてくるんで、職人の僕が考える長さが形にするっていう感じですね。付き合い長いんで。小学校の頃から知ってるので、確かに社内のスペシャリストだけでやっとできるようになったので、うちの社内だけで作ってますって言えるような技術は、それがもう15年ぐらい前かな、からやっとできたって感じです。じゃあまずうちの鋼材から包丁を作っていきます。ここら辺板材の置き場ですね。ちょっとこれはフルカスタム、うちの社内でもうお客さんの一点物を作るためだけの鉄板ですね。特徴のあるものを説明っていうと、この辺がフルカスタムでよく使う材料なんですけど、今うちの製品名ではこれ榊っていうものになる鋼材ですね。これはね最初こう切れるなとは思ったんですけど、切れさせるストライクがすごい狭くて、誰でも切れさせられるっていうよりは研ぎがピシッと決まるとめちゃくちゃ切れるんだけど、ちょっと無理だねってなってボツになった材料なんですけど、すごい光るものがあったのでもったいないなと思ったんですけど、こうやってやったら割と誰がやっても切れるようになったねっていうのがこう蘇って、で今割と主力のフルカスタムの材料になってますね。すごくいい材料です。これ大体開発するのにどのくらい時間を？もう5年近くは5年ぐらいはかかってますね。これはでこっちもフルカスタム専用なんですけど、鉄の入ってない素材ですね。なのでむき出しでその辺に置いといても絶対錆びないので保管はめちゃくちゃ楽です。でね、鉄の入ってないこれもうちしか使ってないような材料ですね。でとても高価なものなんですけどとても切れるので、うちはこう鋼を伝統的に作る部署っていうのは大阪の堺の伝統工芸士の鍛冶師さんとか研ぎ師さんがそちらの部署はやってくれているので、僕ら社内でやるっていうともう普通伝統的ではないステンレス鋼だったり特殊鋼って言われているいわゆる昔からの鋼ではない新しいものがどんどん出てくるんですけど、その中で本当にいいものって突き詰めて研究をしてるメーカーってあまりないので、そこら辺がうちの特徴ですね。うちはもう海外の材料だろうがとにかく性能が良ければ何でも採用します。なので切れる包丁っていうか使いやすい包丁がもう正義なので、そこを作るためにもうどんな手段も問わないです。なので海外の材料でもいいものがあれば当然採用しますし、で国内はねやっぱ安定していいものがすごく多いっていうのももちろんあるんですけど、やっぱりねちょっとパンチの効いたものとか普通こういうもの作んないよね日本ではっていうものが出てきたりもするので、そういったものでどれがいいかなっていうチョイスをうちがしていく。何十種類の熱処理をかけてその中でちょっと良さそうなものを選んで、もう本当に特別な焼き入れの方法もありますし、もう液体窒素につけてみたりとか
いろんな方法あるんですけど、まあ叩いてね鍛えてみたりとか、でそれやらない方がいいものもあればとか、そういういろんなこう無限にあるパターンを何百種類やった中でこれが一番切れたとか、そういったものをもう見つけていくしかないので、2年3年ぐらいかけて製品化していきます。どういった方に包丁を作られているんですか？うちはもう基本的に9割以上はプロの料理人さん専門のメーカーです。使いやすいですね。めちゃめちゃ切り込みこうやって入れた時にスパッてまっすぐ入る。そうすると握った時にこうやってこの切り込みがうねうねなってなくてスパッて切れてるって、すごいお寿司として綺麗。包丁の切り込みが綺麗なことって、食感と同じぐらい大事っていうか、見た目が美しい。はい、そんなになんか毎日研いでますかって言ったら違いね、全然その必要ないと思いますし、全部持続性はかなりあると思います。鍛造のかじ張りいきましょう。筋トレかなんかされいやてるんですか？ちょっと太り気味なだけですでも包丁作り結構パワー使うんで。そうですよ、はい、なんかまた前の工場とは違う工場。そうですね、第一工場が、基本、鉄をこう重研磨っていうんですか、もう鉄の板を形にして粗く削っていく。こっちがその先でどんどんだんだん細かく仕上げていく。そうですね。あと鍛冶場がこっちにあります。はいあ、じゃあこれが鍛造炉ですね。ちょっとね変わってるところで言うと温度計が入ってます。見てれば温度って大体わかるんですけど、さらに温度計があることによって職人のセンサーがより正確にっていうか、いつも答え合わせをしながら目で見て判断できますので、パソコンの方にデータ飛ばせますんで、どれぐらいの温度で作業をしたかなっていうデータまで残せるっていうのが面白いところですね。空気を天井に吸い上げる方のファンと、下からこう吸い上げる方の両方のファンがあるので、それをこう微調整して、で温度計見ながら調整していきます。よくこう不意語っていって手動でこうボーっとこう空気を送る装置ってあるんですけど、鍛造炉、個式の鍛造炉ってみんなそうなんですけど、それをうちはちょっと近代的な作り方して、で温度計も入れてっていうことで、澤田さんがご自身で開発に携わったんですか？そうです、はい。この設計も僕がやってます。8割ぐらいうちの設備そうですね。僕が設計して形にしていくが多いですね。それはその世の中にない包丁を作る上で世の中にない機械が必要っていう。そういうことですね。はい。なので普通のあるものだとこう要は振動が抑えられないとか、熱が均等に行き届かないとか、いろんなこう不便が出てくるわけですよね。そうするとそこを改良したローが欲しくなる、ハンマーが欲しくなる、研磨する機械が欲しくなるっていう感じで、まず機械からもう作っちゃうことには当たり前ですね。今もうこの炉入れるためにこの工場を建てたような感じなので。ここはもう曲がり直しですね。叩いてデコボコになってるものを
んな感じですね。鍛造する際のポイントって意識していること、こだわりって何かありますか？こだわりはそうですね、うちの場合はステンレス鋼なので叩きすぎると割れちゃうんですね。だから材料に合わせてどの温度で温めてどのパワーで叩くかっていう。だから炉の温度って普通一定にしておいて、いつもこういつもと同じ金属を、ね、して叩くんですけど、うちの場合はいろいろ材料が違うので、なんか本当に何種類の材も使うので、それに合わせた温度調整、あと叩きパワーとかまで変えていくのが特徴的なところですね。鍛造炉なんかもいろんな温度を使うので、今これコークスっていうかなり温度の高くなる炭を、要は石炭ですね、コークスっていう使ってるんですけど、備長炭だったりで木炭だったりを混ぜるとちょっと何度ぐらいで燃えてくれるみたいなちょっとコツもあるので、叩いたことによって良くなるためのセッティングというかチョイスというか調整レシピ作りみたいなものはかなり高度な感じだと思いますね。これ、食右衛門さんのコラボモデルのこれが切り付け型のですね。切り付けってこれ先が尖ってるものなんですけど、これが、先がちょっと尖ってて、先をきれいに使えたり、玉ねぎの千切りとかですね、先をきれいに使いやすかったり、一般的な牛刀っていうものですね。これが三徳ってちょっと幅の広いものですね。ちょっと、千切りとかが得意なでキャベツ千切りしてお皿に盛ったりとか、そういういろんな万能的に使えるので、どっちかというとこの3種は家庭でも使いやすいものかなと思います。弾力性があってかけにくくて切れ味が長持ちする黒の技術みたいなのはギュッて詰められるので、包丁が滑らかに動くとかバランスが良くて、握りやすいとか、そういったいろんな要素がギュッと入ってくるので、一般の家庭でもやっぱりプロの要素としてギュッと詰め込んでるっていうのが面白いところかもしれないですね。高度測定してで、要は硬さが OK だねってやったら、粗削りに入ります。はい、これ全部はっきりです。これもちょっと硬さが足りないとか、研究段階でいろんな熱処理をしてみるので、硬さが上がらなかった時点でうちとしては製品にならないので、これぐらいは年間捨てなければいけない。残念ながらすごく大事に使ってるんですけどね。もうなんか物にしてあげられなかった無力感みたいなものはありますね。やっぱり鉄板から大まかに切って、これから包丁の正確なシルエットに変わっていくんですけど、要は生の材料ですね。測定してみましょうか。コードのここが HRC っていう状態で 21.3 で出てるんですけど、この鉄の硬さです。で今の状態はまだ生なので今かなり低い状態なんですね。焼き入れをするとちょっとこれ焼き入れした後の材料ですね。今 67.1、もう全然硬いですけど、だいたいね60超えてないとちょっと硬さがもう少し欲しいなっていうレベルなんですけど、こんな状態に一回硬くします。そこから焼き戻しでちょうど、刺身だとどれぐらいにしようとか、硬くするのはねなるのは当たり前なんで、そこからコストをかけてこの包丁はどの硬さにしていこうとなんですかね、計画してそこまで落として生地としては完成になりますね。例えばですけど67っていう硬さに揃ってるのに1本だけ65だったら、あれなんかこれ1本問題あったんじゃないってなりますよね。そういったことが逐次チェックできるように全部どの工程でも硬さをチェックしてます。そうするとここからちょっといつもと違うことが起きちゃったぞってなったら、そこで製造ストップになるので、そうするとああいうふうにいろいろと、残念ながらここにいっぱいあるように破棄になっていく。なるほど。こんな感じでいいですね。包丁によって数字が決まっているんですね。はい、そうです。刺身包丁と出刃包丁とその家庭用包丁とかは全部違いますね。この材料はで刺身包丁作るならこの硬さとか、
この材料で牛刀っていうかね、万能的な包丁を作るならこの硬さっていうのは大体決まっています。で、焼き入れまで終わった包丁があるんですけど、これを、実際削りに入っていきます。ここからですね。すいません、よろしくお願いします。はい、お願いします。26ですね。今年4年目です。今最初この切れ刃の部分を作ってから、今度この寸法通りになるように絞りを先にかけて細くなるようにちょっと削り込んでいくんですけど、ここで角度を微調節できるんですけど、どこをどの角度で削りたいかによってこの若干この微調整で当たる部分をこまめに変えながら狙った通りに削っていきます。今 3.43 なので、ほぼほぼ合ってます。3.8 ミリ、このコンマ入ってるんですね。はい、そうですね。結構やっぱ 0.1 ミリ違うだけでも包丁になると厚みがだいぶ変わってしまうんですね。だから本当この 0.85 の5も結構重要な数字になってくるぐらい精密に削っていってます。1本あたり何分？ 1本あたりそうですね、鋼材の種類によってやっぱり硬さだったりとか耐摩耗性、どれくらい強いかによっても加工時間変わってくるんですけど、大体1時間前後ぐらいかかりますね。これ左が削って絞りが入ったやつで、はい、で右が何も絞りの入れてない鉄板の板の状態ですね。このようにうちしか存在しなくて、社長が自分で設計して機械メーカーに作っていただいたものになるんで、これを今この機械で削ったこちら側になるんですけど、その凸凹をならしてきれいに揃えたものになります。確かにここすごい縦に凸凹があるんですけど、そうですね、削った通りの線が残ってしまっているので、この円の大きさもこのちょうど和包丁の理想とする裏付きの部分になるように社長が設計して作っているので、光が通るくぼみができている感じ。これがずっと揃って先までガーッと食材との身離れを良くするために、空気の層を間に入るようにして抵抗感をなくすっていう意味で裏付きというものが入っています。逆にこの平になるこの表面の上の方のこのくぼみなんですけど、メーカーによってはここが平らなところもあるんですよ。でなんでうちここもくぼみを入れているかっていうと、くぼみを入れることによってこの切れ刃の部分とこの平の部分のよりこの何て言うかね、エッジ、この線がよりはっきり立って際立ってくれるんですよ。そうすることによって切れ刃を研いだ時に、こっちに乗り上げる、ポテッとなりにくいこの平のくぼみをつけることによってこう反ってくれるじゃないですか。で切れ刃の部分がこっちも角度がつくので、ちょっとこの線の部分が平らよりも角度が立ってくれるじゃないですか。そうすることによってこのしのぎのラインがより際立ってくれるので、研いだ時のガイドとして当てやすいっていうのと、あとはもう見た目のシルエットがパキッとこの線が出てくれるので、見た目と性能のうちでは性能美って呼んでるんですけど、それがより際立つ、どっちも兼ね揃えてる設計になってます。これを目安として線を描いていきます。
でここのラインにも近づいていくんですよね。そうですね、そこのラインに揃えていきます。でこんな感じですね。こちらの包丁が今研いだ分ですよね。今削って、はい、で研ぐ前ですね。そうですね。確かにこれ下の面の方がこの研いだ後の方が広いですね。そうですね。ここまでが荒削りの工程になります。板の状態から削って形を作っているんで、削りすぎたものってやっぱり増やすことはどうしてもできないんで、本当 0.1 ミリ単位でちょっとずつでも時間をかけて削って、やっぱり時間とコストはかかりますけど、いいものを作る上では必要なのかなと思ってます。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。でこれが先ほど斉藤さんが斉藤がやってたものになりますね。こういう形、はい、これを少しずつ細かくしていくっていう工程をこんな感じ。あ、全然違いますね。で120番だったんで、倍というか220番。120番と触り比べていただけると結構違うと思います。表面触っていただいてわかります？すごいサラッササラ滑らか。でこっち最初にやったのがこっちなんですよ。で多分こっからこれは飛べないんですよ、全然。だから徐々にその番手持っていくし、刻まなくてもできるのかもしれないですけど、そうすると一つの番手で触る時間が増えると形崩れちゃうんですよね。和包丁って形がこうなんていうのかな、両方からこう刃がついてるのと違って、こっちがこうえぐれてて、この平らな部分もえぐれてて、で逆にここはこうちょっとこうはまぐり刃っていってこう少しこう丸くなってるような状態になるんですよ。平らというかこう少し丸くなって、でこれをこう削っていくのにそれにフィットするようにこっちは丸くしてあるものとこっちは平らなものっていう形で使い分けてます。艶を出す作業っていうか、布もなんかいろんな種類あって、すごい柔らかいのからもっとふわふわのフェルトみたいなやつだったりとかっていうのがあって、それは用途によってでこのぐらいつけるんですけど、でこういう感じ。一番気をつけてるのはその形状ですよね。その綺麗であればいいんだったら、細かいのでこすり続ければ綺麗にはなるんですけど、その道具として使っていく時にやっぱり和包丁は特にこう形がシビアなので、成形して綺麗にできているものをそのままの形で装飾的な表面を施すかっていうのに気をつけてます。久保って裏すきって言われてるこの隙間があって、こことここにペタンって当たった時に砥石が当たるんですよね、先までずっと。なんですけど、それがやっぱりこう片刃の包丁の命なんですよ。
なんですけどこう柔らかいものでこすると、まあ、我々だれるって言うんですけど、こうなってたものが先っちょがこうふにゃんってこう柔らかいものでこするとここがこうベロベロになってくるんですよ。そうするとお納めしたすぐはいいかもしれないけど、それがきれいに減っていくかどうかってちょっとわからないじゃないですか。で最後までいい状態で使っていただきたいし、だからそのきれいにするためにそのなんだろうな、性能が犠牲になっちゃダメだと思うんですよ。なんで性能もその装飾もいい状態でお納めしたいっていうところで、先ほどの番手も細かく刻むのはそういう意味だし、できる限り柔らかいもので艶を出す工程っていうのを少なくしたいというところです。時間かかってもこの方法を取らざるを得ないかなとは思いますね。やっぱりいくら綺麗でも道具として使えなかったら意味ないんで、食山さんとのコラボ包丁になりますね。これの最後の、工程に近い部分になります。だいぶもう仕上がってます。でこれが一旦仕上がったんですけど、これダマスカスってこう模様が出る包丁なんですけども、ちょっと今まだ見えにくい状態。これをブラストっていう最後処理をして模様をより浮き立たせる、処理をして刃の方は完成になります。取り出した後の状態がこちらのこの峰の部分を今から磨いていきます。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。山本啓太と言います。今から顎磨きっていう作業をするんですけど、顎っていうのはこう指をかけるところですね。ここのことを言います。はいはい、最終的にはこんな感じに指かけても痛くないように。よし。今誰に目合わせたんですか？斉藤さんに大丈夫かなと思って、大丈夫かなと思って。どういったご関係なんですか？直属の上司ですね。もう本当彼が入社するまでは自分がやってた業務なので、それを直接教えてあげて、本当仕事を覚えるのがすごい早いんで、本当この仕事自分がやらなくてももう任せられるぐらいにはなってるんで、その辺はだいぶ助かった。根の暇方たちはみんな優しくて教えてくれたりもするので、関係自体はものすごくいいですよね。いじったり、いじられたり近いっていうのがやっぱ一番ですね。関係築く上で結構いいかな。やっぱ技術があるからこそその下の子が認めてくれるっていうのもやっぱりあるんで、自分ができない仕事彼がやったりとかもするんで、その辺ではもうすごいみんなで一丸となって一つのことを作ってるっていう意味では、この会社の特徴があるっていう感じです。左側が今ペーパーで磨いたものです。さっき下で磨いてきたものの絵付けを行います。これ黒炭の端材ですね。程度削ったら、刺して確認してっていうのを繰り返しですね。今穴埋めが終わったんですけど、同じ友材でこうやって
裏も表も埋めた感じです。で今から柄の口の部分と包丁の方にロウを塗っていくんですけど、この作業がないと接着剤を取るときにものすごいくっついちゃってそう大変になっちゃうんで、この接着剤が同量ずつじゃないといけないので、はかりで計測しながら2つを混ぜないと固まらない接着剤になるので、黒炭絵なので黒色のインクを入れて、ありがとうございます。接着剤を温めていくんですけど、こうすることで、硬化までの時間を短くしてくれます。硬化時間が長いと歪んできちゃったりとかするので、その分量をなるべく抑えるために。で今から充填していきます。ここの隙間があるので、ここにも接着剤をつけていきます。埋まってます。切りっぱなしだと端材と柄の隙間にほんのちょっと中段差だったりとかあるので、そこをカッターで鳴らしていきます。最後にロウを溶かして垂らしていきます。もうほんとちょっとの隙間を埋めて、防水機能を高めたりとか、あとちょっとツヤが出るんですね。なので綺麗にカッター打ってこうなじませていく感じですね。でこれで完成ですね。見た目もすごいこだわってるので、黒炭だったら同じ黒い木を埋めたりだったりとか、隙間が空いてるだけでそこからやっぱ中に入る中子の部分でどうしても錆びやすいんですよ。そうするとやっぱ中から錆びて包丁が折れてしまったりとかもあるんで、本当にこの口元の処理はしっかりしないと、包丁の寿命も短くなってしまうので。お願いします。よろしくお願いします。すいません、ちょっと背景にちょっと見覚えのある魔人ブーが映ってるんですけど、はい、写真家の方が撮影に来ていただいた時に、社員にあだ名をつけて行った時に「僕もつけてくださいよ」って言ったら「魔人ブー」って言われたんですよね。一応イメージキャラクターとして社員の子がくれたんで置いてます。基本的にこの特注の絵の作業、接着まで組み立てであったりとか、最後の手入れしたりとかっていう場所になりますね。絵っていうところもここでも手作りでされているんですか？そうですそうです。特注の、こういったものに関してはこちらでやってますし、昔絶滅したというか、そのマンモスの牙、最近はもういいものが少なくなってきて、この材料自体もすごく高価になってますね。たくさん引き出しがあるんですけど、はい、これも絵になるんですか？そうですそうです。材料をストックしてて、これなんかどういったジャンルの絵になるんですか？こちらですか？こちらはもう和包丁の方ですね。こういう人工大理石、これはカーボンなんですけど、人工大理石、素材は同じなんですけど色味が結構違いますね。これは衛生的だし、変化も少なくて、縮んだりとかもないですし、安定した材料なので、
そういう用途でお求めになる方もいますね。で天然素材は天然素材でやっぱりこうそのものにしかないというか、オンリーワンというかそういう商品になるので、いろんな木はありますね。こういうシャムガキだったりとか、黒炭、パープルハート、ピンクアイボリー、これも天然木なんですよ。染めてないんですよね。こういう色してる木なんで。この紫も天然木なんですか？そうですそうです。パープルハートっていう木ですね。こういうのがあります。アイアウトと同じようにこういろんなブラック&ホワイトエボニー、こういうのだったりとか、なんか、模様が楽しいのがお求めの方だったらこういうのでもいいしっていう。でこれでどうしようか。デザートアイアンって言って砂漠に埋もれていた木がこう何年かこう眠ってる間に化石化したような、結構高度も高くて乾燥が進んでるでこう木目も面白い同じものが日本とないような、これがあとこっちになる。すごく途中でまだここから磨き込んでもう艶も出てっていう形になるんで、もうだいぶイメージは変わると思うんですけど、これが材料のテストの段階で試してみたけどこれはちょっと商品ができないかなっていったのの一部ですね。染まった後に削った後にこう、同じ色だとしてもこのムラが出てしまったりとかですね、こういうところが最終的には割れにつながってしまうんじゃないかとか、国内で加工してくれるところがなくて、その材料を買った後に海外に染めに出してで染めてもらったのをこうもらってテストというか結構試作をして、で色を見た時にちょっと思ってるのと違うからもっと濃くしてくれとかっていうリクエストをして、限界まで濃く染めてもらって一回やって、でもやっぱり思った色になってないから、やっぱこれはこれ以上無理なんだねって言って諦めるかっていう形になりますね。これを自社で全部組み上げて磨きまで全部仕上げていきます。ここ先ほどだとここがマンモスになったりすると、最終的にはマンモスのハンドルになるし、ここも溶接せずにこういう穴を開けた状態にピンを通して叩いてかしめっていうんですけど、かしめてつばをつけて、それにハンドルをつけていって、こういう形ですね。こういうふうに少しずつものになっていく。これがさっきの完成形ですか？そうですね。でだんだん完成でこれが完成したものになりますね。ちょっと白いから分かりにくいかもしれない。こういう形で艶も出て、しっかりこう手作りにこだわる理由って何ですか？外注に任すこともできるんですけど、で何度もお任せできるところを探したんですけど無理だったっていうすごく局面が多いんですよ。この養蜂長に関してあとそのつばとお尻の部分に金属があるっていうこの衣装というかこの形もあれなんですけど、あとはもうこの曲線からこっちにもカーブしていて、これを磨くのって難しいんですよね。こう全部人の手でこう指でこうフィットさせてこうペーパーを丸めて、磨いていく作業っていうのが非常に難しくって、でちょっと試してもらったこともあるんですけど、ちょっと納得できる商品ができなくって、結局は自社で全部磨くことに組んで磨くっていうことになっちゃったっていう感じですね。一回後悔したのはカーボンですね。カーボンかっこいいからちょっとやってみて1本やったらできるなってなったんですけど、何本かやってたらドリルも穴開かなくなるし、ノコギリも切れなくなるし、なんでだと思ったらカーボンがめちゃくちゃ硬いんで工具がダメになっていっちゃうんですよ。ペーパーとかもすぐ目がもう止まっちゃうから、これまずいなと思ったんですけど、もうちょっと商品として走り出しちゃってたんで止められないぐらい、でもちょっとめちゃくちゃ大変っていうのはあります。やっぱりこの絵なんですけど、そもそもどういった素材で、どうやって作られているんですかね？こういうちょっとスタイルの絵は銀蒔絵っていう、結構昔からある、伝統的なデザインではあるんですけど、この絵に関してはここの銀色の部分が純銀でできてます。でここはカーボンファイバーで作られている絵になります。純銀の、こう開いた材をこう丸めてリング状にした後に八角形に曲げる、これがここになったりとかっていう形になるんですけど、こちらにあるこういうカーボンの板、こちらも海鮮っていうカーボンで、これが普通のカーボンで銀色のものもありますね。厚み自体がこういうものなので、包丁の中に入る鉄の形にこう削って2枚をこう貼り合わせて四角い状態にしてですね、でこういうパーツをつけていく形です。
で組み立てていく過程はこんな形でだんだん組み上げていく。でこの組み上げていくのは結構大変時間がかかるんですね。こういうところですよね。部分的になるんですけど、こういう形。もうこれはくっついてるんですか？今これはくっつけてます。仮止めというか。でこれ接着剤をこう塗ってこうはめて圧迫して止めるっていう形ですね。もう積み重ねていくんですね。そうです。リング状のものをこうぐるぐる。四角い状態からだとちょっと粗いので、はい、やりますこれで。でこれはこのデザイン。八角形にするので、この銀が全部触れるまで斜めに削っていきます。わかりますか？ここを今削りました。すごい粗いですけど、いえいえ、一回八角形になります。実際包丁を入れてみて、これがこうセンターにあるかどうかを確認して微調整をしたり、これはまあバッチリ入ってるので大丈夫です。いや、僕は絵を作り始めて25年ぐらいやってるんで、まあ、なんとなく手がその角度は覚えてるとは思うんですけど、初めはすごい大変でした。やっぱすぐ形崩れちゃうんで、はい、これも銀も結局2ミリのやつをこう曲げてるので、削りすぎるとなくなっちゃうんですよ、銀が。一生懸命削りすぎてたら銀なくなっちゃったとかはありましたね。だから、まあ、そういうのを、まあ、一応経て、まあ、徐々に細かくなって、表面と一緒ですね。細かくして、まああんまりちょっと分かんないですけど、見た目上分かんないですけど、ちょっと艶が出てくる、こっちと比べるとこう綺麗になってくる。で最後、まあ艶出しをバフだったりとか革だったりとかで、まあ艶を出して終えるっていう形ですね。もうそうです。先ほどの工程を経て、ある程度まあ仕上げ近くまでいったもの、これはここに模様を入れていきます。はい、ちょっとね、ここを彫っていきます。彫っていくというか模様を入れていきます。まあ大したあれはないんですけど。ちょっとこう叩いたような模様。でそもそも銀が純銀を使ってるんで柔らかいんですよ、結構。なんで、まあ、つるっとした面だと傷が入るとすごく目立っちゃうじゃないですか。でもともとこういうふうな装飾してあればそういうのも目立たないし、まあ、キラキラして綺麗にも見えるしって、まあ、一応形ですね。ちょっとこれはいいですね。できるとこういう形ですね。これもねダマスカスなんですけど、切れるもの同士のダマスカスなのでちょっと面白いかなと思いますね。そうです。だから真ん中に芯があって積層工で挟むサンドイッチみたいなのがダマスカスが多いんですけど、これはもう全部鋼というか切れる部分の2種類を積層しているので、すごいかっこいい。これからやるのはこのコバの研ぎですね。はい、こちら一発目ダイヤモンド砥石ですね。綺麗に成形を決めつつ深い傷を残さないっていうとても優秀な砥石で、ここの仕事の主戦力も一軍、今でいう一軍になってます。そのままゆっくり動かしていきます。結構こう動かすことが多いと思うんですけど、はい、動きによって少しブレるんですね。だから均一の面を作るためには縦に動かした方が面の面が揃います。次もうちょっと細かい砥石2000番ですね。
この台自分たちで自作しました。でここは滑らないなんか特殊なゴムみたいのがスニーカーのソールとか。スニーカーのソールか、まあ、ほぼ滑らない。これ実は総カーボンで作ってまして、これどうしてこうカーボンを採用されてるんですか？実はですね、これ前はカーボンって本当に値段が高いので本当は使うもんじゃないんですけど、以前別の素材で作ったらですね、しなって曲がってしまってですね、砥石がちょっとぐらつくようになってしまって、じゃあこれでも絶対動かない材料ないかって言ったらカーボンはどうだって言われたので、社長がカーボンを大量に買ってくれてですね、これが、次4000万ですね。4000くらいから検索力ちょっと落ちてきますって、そんなに削れない砥石に仕上げの砥石に近くなってきますので、横に動かしてさっきと違う向きで動かすことによって向きを変えて完全に4000の目になりやすくなります。4000くらいからね、ちょっと面が光り出しますね。先ほどだいぶ色合いが違うと思います。だいぶ違いますね。で、最初の荒削りの段階で、裏のくぼがあるっていう説明したと思うんですけど、その工程をしたことによって縁回りだけこう細く裏押しという刃がつくんですけど、まあ、全てもこの刃先の研ぎをするために精密に作っていて、まあ、ここにつながっていることになります。よし、これを試しに切ってみた方がいいかな。こちらの新聞紙でいつも刃がちゃんとついたかなっていうのは、大丈夫ですね。よかったですね。ちょっと安心しました。切れなかったらどうしようかなと思ったんですけど。こちらは全部ロックスターという割と新しく出た砥石が全部同じ色なんですけども、番手が書いてあってですね、これは数字が大きくなると細かくなってより細かい、傷を消せる。この包丁にはこの砥石が合うとかっていうやっぱレシピ構成だったりとかも結構包丁によって違ったりするし、その辺も全部研究しながら、あと社長の趣味の天然砥石、自然の山とかから採掘して取れる石ですね。でそれが砥石に適している、産地の山だったりから、採掘されたものになってまして、これも地層みたいになってるので、すごいいい面が出たりとか、使っていくうちに悪い面が出てきたりとかも、ものによってすごい個体差があるので、高いものだともうヴィンテージ品とかで数百万したりもする。これもなんか30万これも30万だったりとか。これだったからこれがこの辺は一番いいって言ってた。もうすごい高いもので、マニアが見たらもうちょっと喉から手が出るほど欲しいものだったりするみたいで、これは平面が鏡面で平鏡面、こっちも平は鏡面なんですけども、こちら裏も鏡面になってることですね。でこの裏も鏡面なのに、こちらと同じように細く一本で裏押しが出てるっていうのがですね、これ地味にすごくてですね、この鏡面処理をするまでっていうのはものすごく何工程も手をかけて加工をするんですけれども、最初に作った裏付きの精度をほぼ崩さずにこの鏡面まで工程を重ねて持っていかないとこういう風には出ないんですね。だから一旦作った精度の高い裏付きで、それを崩さずにこのいろんな何番手の工程を踏んで持っていかないとこうは出ないので、他の職人さんに驚かれてたことがあります。今食右衛門さんの包丁、コラボ包丁を研ぎをしてるんですけど、最初に1200番で研いでから、これが1200番です。ダイエット石です。今から4000番で最後の仕上げをやっていきます。これで大丈夫ですね。な感じ。今回この食右衛門さんとのコラボで、特別にちょっと用意した絵なんですけど、スタビライズウッドといって
木材に、レジンを真空で染み込ませたものになってまして、木材なのでこう模様が一つ一つこう違うので、同じものが2つとしてないのがすごい魅力的なものになってます。白い木で埋めてるので、この干支の風合いを損ねないように一回黒で着色をしてから溶かしたろうを塗って、この切り口をコーティングして、で最後刃の方の検品をしてひづめも確認して完成となります。使いやすいですね。こういう薄切りとかに向いてる感じしますね。でもなんか刻みもいけそうですしね。この根元は切れ味もとてもいいです。もちろんあくまでこう家庭用っていうところ、はい、で普段使われているのはプロ用っていうところで、そういった中でもそのここに似ているなっていうなんかそのポイント、刃の入りやすさと軽さ、食材にスッと入る感じの刃の薄さなのかな。この刃先がこうなってるからこういうのに入りやすいんですね。こういうスライス綺麗にいけますね。持った感覚、この絵もなんかつるっとしてて汚れにくそうですし、コーティングしてないとやっぱり何かの色染みついたりしますもんね。良さそうです、いや本当すごいですね。マルチです。友人とかお客さんに包丁何がいいかなって言われて、やっぱ自信持って姉の資産いいと思うよって言っておすすめはいつもしてます。カジュアルに使える包丁ではあるんですけど、刃の作り自体はもうプロの、料理人さんが使っているのと同じような作りをしてます。ポイントとしてはですね、手仕上げで仕上げていくので、こういったですかね、平らに見えるところがですね、きちっと曲面になってるんですね。曲面になることによって食材を切った時に真っ平らだと全部がビターッとこすっちゃうんですね、はい、曲面になっていることによって接地面が少し減るわけですね、はい、そうすると包丁が動いてよく切れる、食材から抜けがいい、というのでもう先が切れるっていうのは当たり前なんですけど、形状でも切れるっていうのが、プロ向け包丁の、わざわざ手で作ってる理由ですね。だいぶ切れ味に差が出てきますし、刃の持ちにも違いが出てきますんで、はい、これでいいんだって。でももうちょっとここの構違うこれこれでいいでしょ。で一応3つ持っていきます。はい、こちらカブトムシと、コクワガタ、ノコギリクワガタですね。自然豊かですね。ここら辺通勤してると遭遇するんですよ。よいしょと。立派なオスが。立派な専用型のノコギリ、すごい。下の方たち、そして上の方たち、温度感なんかすごい一緒なのかなっていうか。そうですね。やっぱりすごい思います。一緒ぐらいじゃないと多分この会社にはいられないかなと思いますね。自由にやらせてもらってる分、自分でどんどん向上したりとか勉強意欲だとか無意識にどんどんやっていけないと、場にそぐわなくなってきちゃうみたいなところがあると思うので、それはおおらかな社風な分十分そこでは厳しさはあると思います。私の前の作業の、斉藤君ですね、今回だとラジオやってくれる人がすごくいいものを開けてきたりとか、長澤さんがものすごく綺麗な、例えば鏡面かけるのに改良してもっと良くなったとかって言われると、ちょっと自分も上がらないと釣り合わないのでということとか、やっぱり真剣に仕事してる方たちばかりなので、具体的な技術ももちろんそうなんですけど、作業仕事の取り組み方っていうのは
もちろん影響をされて、それに恥ずかしくないようなことを自分もせめてしなければなというのはいつも頭の中にはあると思います。そう、後輩若い子が優秀っていうのは会社にとってもいいことですし、私たち先輩にとってももう一度気持ちを引き締め直して負けないぞというところも守らなきゃなと思っています。自分たちは十分やってるつもりでも、社長これ以上上求めてるんだとかっていうのがあると、まだまだ認識が甘かったなとかっていうところがありますし、一番高い理想を持ってる社長についていく、少しでも応えられるようにするっていうのが、結局その先にはよりいい包丁にを作ることに会社としてつながるのかなと思います。自由にやらせてもらってるので、すごく今仕事が楽しいですし、すごく恵まれていて、こういった環境を与えてくれた社長と、あと周りのみんなに本当に密かに日々感謝をしております。世界最高品質を追求し続けて、世界のトップであり続けるっていうのが、そこが根の日とマッチしたので、そことやっぱつながりますかね。作ってるもののレベルが圧倒的すぎて、やっぱり最初すごいずっと不安、自分正直ついていけるのかなっていう、もちろんみんなすごい技術だから選ばれて入ったわけであるので、その中でも負けないようにっていう、自分の中では、ライバル心ではないですけどちょっと思いながらも、一人残って練習したりとかして、今につながってるのかなって感じ。そこまでして頑張ろうと思った原動力って何かあったんですか？やっぱり工場長とか社長の熱意、あとやっぱものづくりへのやっぱ自分が持ってるその思いだったりとかですかね。根の日だと時間もコストもかけてまで、圧倒的性能を引き出すっていう部分ではこだわりを持ち続けて、それを形に仕事としてさせてもらえる、本来であれば趣味のレベルになってしまうんですけど、それやっぱ仕事としてできるのはこの会社だけかなとは自分は思ってます。心が折れそうになった時、正直これからだと思うんですよ。その今自分がやってる業務からさらにステップアップするってなると、より難しい業務になってくるんですよ。その技術を自分が身につけられるのかなっていうのは、常に不安には思ってますし、工場長しか今できない特注絵を誰かが継いでいかないといけないってなった時に、自分がその業務ができるのかなっていう、不安だったりちょっと怖さは日々思ってます。社長だったり工場長が引退しても技術を絶やさないように継いでいくには、今の若い人が頑張っていかないといけないのかなとは自分は思ってるんで、和包丁として自分が引っ張っていけるように、努力していくのが、自分の使命かなと思ってます。洋包丁だったり和包丁関係なくみんな目指してる方向は一緒だと自分は思ってるので、そこはもう何か気にかけるとかではなく、自然とやっていけばみんながその方向に向かっていってくれてると信じて、世界最高品質を求め続けるってところですね。若い方たちに期待することってありますか？期待以上に動いてくれてるから今逆に僕工場長だけどってなってますけど、本当にもうみんなが結構率先して動いてくれてるし、今でも十分満足なぐらいというか、本当にね今が一番仕事させてもらって楽しいですね。一人でやってる時も悪くはなかったけど、やっぱそうやってねどんどん吸収してどんどん上手くなってる姿見てられるのが嬉しいので、やっぱ好き、基本的には好きなであるってことが一番だと思うし、彼らはそういう手仕事が好きだと思うんで、今はね本当に昔のね職人さんのなんか見て覚えろみたいなのは僕はあんまりそういうふうには思ってなくて、僕が教えて早くできるならもうそれに越したことはないと思うし、できたらもっと早くもっと上のことというか僕が思いつかなかったこともできるようになってくると思うんですね。それがなんだろうな、進化だと思うんで、今本当に才能ある若い子たちがいっぱい入ってきてくれてるんで、やっぱり言ったらできるようになってくれる子が多いんで、せっかくだったらやっぱりね自分がやってきた技術は継承したいというかっていう思いはありますね。よいしょ。そうですね、根の日の職人さんはみんな、自分の仕事に対して多分すごく真剣に取り組んでるかと思いますね。人数が結構少ない会社なので、それぞれがそれぞれの仕事を持ってるんですよ。でその仕事を自分でタイムを縮めたりだとか、クオリティを上げるでもそうなんですけど、各々がすごく突き詰めて作業してるかなっていうふうに感じます。みんななんですけど、多分ものづくりだとか、加工するのが好きな人が多い。自分自身がそうなんですけど、包丁が好きで、自分の好きなことだからこそ
もっと良くしたいっていうふうになるので、それで、細かいところまでしっかりやったりだとかっていうのができるのかなって思います。あと包丁の研ぎを今年になってからやり始めるようになって、最近社長からやっぱなんかセンスがあるとかうまくやってくれてるっていうようなことを言っていただいて、将来的な話もしてくださって、将来はやっぱその刃付けに回ってもらいたいとかっていう話もしてくださってるので、それはすごく今、頑張れる大きな、原動力になってます。なんかまっすぐ言ってくれるんですよね。そのやってほしいとかっていう頼ってくれるって言葉を素直に受け取れますね。嬉しいです。やり遂げたいこと、研ぎをやり始めて、もちろん突き詰めたいと思ってますし、今現状長澤さんしかできない仕事、鏡面であったり銀蒔絵、いつかは任せられるようになりたいなっていうふうに思ってます。この根の日っていう会社にはどういったメンバーがいると、思っていますか？そうですね、若手がすごく多いんですけど、非常に優秀な子たちばっかりです。やる気に満ち溢れて、仕事熱心ですごいメンバーが集まったなと思いますね。たくさんの働きたいですって言ってくれてる中で、本当に何十人来てもらう中で1人とかしか採用できないので、もう当たり前にやる気のあるすごくセンスのある子を取らせてもらえてるので、その子を信頼しないと何を信頼するのっていうぐらいだと思います。信頼できる人を採用させてもらってます。僕は全然見本になろうとかは心がけてなくて、一社員の一人ぐらいに自分もね、思ってます。で、一人で包丁で作れないので、完全なチーム戦なので、一人がなんですかね、一人の天才が引っ張っていくみたいなことよりは、全員がなんですかね、自分の仕事全うすると勝手にいいものになるみたいな感じではあります。唯一ね、工場長が天才的ではあるので、そこは越えられない壁として、多分引退まで立ちふさがるんだろうなっていう、それをね、ちょっと引退前に倒してくれる人が、出てくると面白いななんていうことは期待はしてます。うちはもう一点、もう世界で一番いいものを買いに来てくれたお客様用の包丁っていうふうに割り切ってますんで、ほぼ 100% 手作りしか無理なので、そこをちょっと突き詰めたメーカーが1個ぐらいあってもいいんじゃないかなっていうのがうちのコンセプトですね。今入ってる子たちはみんな目標を持ってしっかりしてるなぁと思います。今からそれぐらいの意識で解像度で仕事できたら、将来どんな職人になっちゃうかなっていうのはものすごい楽しみ。みんなすごいやる気あるので、いいもの作りたいとか、もう今僕がじゃあちょっとコストを落として利益出していこうかっつったら、多分社内で大反対が起きるんだろうなと思うぐらい、みんないいもの作りたがってますんで、期待してます。めちゃくちゃ期待してます。少なくとも僕とか工場長は軽く抜いてくれないといけないのかなぐらいはね、今からこの環境でやれてますんで、ちょっとプレッシャー圧を今からかけていかないと、この動画でちょっとかけていこうかなと思う。頑張れよって感じ。最高の環境を自分がこうだったら伸びられるっていう環境も作ったんで、僕は常にプレッシャー感じています。お客さん下手なもの出したくない、人生かけて作ってますんで、やっぱりいややんねえの大したことなかったねっては言われたくないですし、それをもう手に入れた人が嬉しくなってね、自信につながって料理の腕とか環境にも影響あるぐらいの包丁を作りたいなとは常々、それぐらいのプレッシャーを持って作ってます。